解説。1965年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1965年って、どんな映画が日本で公開されたの？お、いい質問だな。1965年は映画の当たり年で、日本でも名作が色々公開された年なんだぜ。へえ、例えばどんな映画があるの？エルビス・プレスリー主演のフロリダ万歳。黒澤明監督の赤ひげ。あと、007ゴールドフィンガーもあるのぜ。わあ、洋画も邦画もすごいラインナップなんだね。そうなんだ。娯楽大作から社会派映画、音楽映画まで勢揃い。映画館が賑わってた時代だぜ。面白そう。今回はその1965年の名作映画を紹介してくれるの？もちろんだぜ。今回は1965年日本公開映画ベスト10をランキング形式で紹介していくぞ。第10位。フロリダ万歳。フロリダ万歳って明るいタイトルだけど、どんなストーリーなの？これが結構ドタバタ系で面白いんだぜ。主人公のラスティはシカゴのナイトクラブでバンド仲間と演奏してるミュージシャンなんだけど、ある日そのクラブのオーナー、ビッグ・フランクの娘バレリーが女友達とフロリダに遊びに行くって言い出すんだな。親としては心配しちゃうよね。その通りで、ビッグ・フランクも気が気じゃない。そこでラスティが、じゃあ俺らが一緒にフロリダに行ってみはるよって提案して、自分たちの旅行費用も出してもらうんだぜ。監視って名目で一緒に遊びに行くわけか。そうそう。でもバンド仲間たちはナンパに夢中で、夜にはフランクから毎晩電話がかかってくるし、バレリーにはイタリア男ロマーノがちょっかい出してくるしで、ラスティはてんやわんやなんだ。あらら、それでバレリーとはどうなるの？最初は衝突もあるけど、次第に惹かれ合うんだ。ただ、バレリーが自分を見張るためにラスティが同行したって事実を知って、ショックを受けて飛び出しちゃうんだよ。なんかシリアスになってきた。バレリーはロマーノと一緒に夜の街に出て、ストリップ劇場でパフォーマンスしちゃうんだぜ。ラスティは止めようとするけど大乱闘に巻き込まれて、結局バレリーは逮捕されて留置所行きなんだ。大丈夫なの？ラスティが女装して助けに行くんだけど、まあそれも大騒動に。最終的にはビッグ・フランクが釈放させて、ラスティには怒るけど、娘が本当に彼を好きになったと知って二人を認めるんだな。ラストはハッピーエンドなんだね。そうそう。音楽と恋とコメディが詰まった、エルビス・プレスリーらしいエネルギッシュな作品なのぜ。第9位。シンシナティ、キッド。シンシナティキッドってタイトルからして、なんだかクールな映画っぽいね。そのイメージ、正解だぜ。この映画は1960年代のニューオーリンズを舞台にした、ポーカーをテーマにしたドラマなんだ。主人公はシンシナティキッドって呼ばれてる若いギャンブラー。名前はエリックだな。へえ、若いギャンブラーが主人公なんだ。そう。彼は東大一のカードプレイヤーとして名を上げつつあるんだけど、ある日、ザマンっていう伝説的なロープレイヤーと対戦するチャンスが巡ってくるんだ。それがこの映画のクライマックスに向かっていく中心軸だぜ。若手とベテランの勝負って、燃える構図だね。そうだな。でも単なる勝負の映画じゃなくて、周囲の人間関係も入り組んでるんだ。エリックは勝利に執着するあまり、汚い手を使おうとする連中に巻き込まれていく。つまり、勝つか、誇りを守るか、みたいな葛藤があるんだね。そうそう。しかも恋人との関係にも影響が出てきて、エリックは自分がどうあるべきか悩むんだよ。最終的に彼はズルを拒否して、正々堂々とザマンに挑むことを選ぶんだぜ。かっこいい。結果はどうなるの？ラストの勝負シーンがまたすごい緊張感なんだ。結果は、まあ、そこは見てのお楽しみってことでな。でも一つ言えるのは、ただ勝つより大切なものがあるってテーマをちゃんと伝えてるってことだな。ポーカーってただの運じゃなくて、人間ドラマにもなるんだね。ああ、この映画は単なるギャンブル映画じゃない。自尊心とか信頼とか、人生にとって大事なものをかけた心理戦が描かれてるんだ。スタイリッシュで渋い、名作なのぜ。第8位。昭和残響伝。昭和残響伝って、なんか歴史ありそうなタイトルだね。どんな作品なの？
これは1965年に始まった東映人気映画の代表的シリーズの第一作なんだぜ。主演は高倉健で、舞台は昭和初期の浅草。義理と人情を貫く都政人の姿を描いた作品なんだ。じゃあ、高倉健が演じるのはシリーズを通して同じ役なの？そこが面白いところで、実はそうでもないんだ。本作で高倉健が演じるのは寺島誠二。シリーズ全8作中、6作では花田秀次郎って名前なんだけど、この第1作だけは名前が違ってるのぜ。ちなみに3作目では武井半次郎って名前で出てくるぞ。へえ、名前が違ってもキャラクター性は同じ感じなの？誠実で義理堅い不器用な男っていう、いかにも高倉健的な主人公像は一貫してるぜ。寺島誠二は、兄貴分を慕って浅草に戻ってきたんだけど、地元の抗争に巻き込まれていくんだ。やっぱりヤクザの世界の話なんだね。そう。でもただの抗争じゃなくて、昔ながらの仁義と、裏切りや欲にまみれた新興勢力との対比が鮮やかなんだ。政治は昔仇の侠客として、自分の信念を守ろうとするんだよ。渋いね。今の時代にはあまりないタイプの主人公かも。ああ、男の生き様を見せる作品ってやつだな。セリフ少なめで表情や背中で語る健さんの演技がたまらないんだぜ。シリーズの初作って聞くと、続きも見てみたくなるね。それがいい流れだな。昭和の街並みや人間模様が濃密に描かれてて、古き良き日本映画の魅力が詰まってる作品なのぜ。第7位、メリーポピンズ。メリーポピンズって、聞いたことはあるけど見たことないかも。どんな映画なの？これはディズニーが制作した実写とアニメを融合させたミュージカル映画だぜ。魔法のような力を持つ乳母、メリーポピンズがロンドンのバンクス家にやってきて、家族に大きな変化をもたらす物語なんだ。魔法を使う乳母って、ファンタジーっぽくて面白そう。まさにその通り、メリーは傘で空を飛んだり、絵の中に入って動物と踊ったり、やることが全部ぶっ飛んでて夢があるんだ。けど、それだけじゃないぜ。他にどんな要素があるの？一見すると子供向けに見えるけど、実は親の成長も描いてるんだ。銀行員で堅物な父親ジョージ・バンクスが、子供たちや妻との距離を見直して、本当に大切なものに気づいていくっていう、結構感動的な展開があるんだぜ。なるほど。単なるおとぎ話じゃなくて、家族のドラマもあるんだね。そうなんだ。特に名曲、チムチムチェリーや、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスなんかは、音楽の楽しさも教えてくれるし、見る人を自然に笑顔にする力があるんだぜ。そういう映画って、見た後も元気になれるよね。ジュリー・アンドリュースの演技も素晴らしくて、この映画でアカデミー主演女優賞を受賞してるんだ。歌も演技も完璧で、まさに理想の魔法の何って感じだな。じゃあ、子供も大人も一緒に楽しめる映画なんだね。その通りだぜ。映像の美しさ、音楽、ストーリー全部揃ってる傑作だし、今見ても色褪せない魅力があるのぜ。第6位、007、サンダーボール作戦。サンダーボール作戦って、007シリーズの中ではどんな話なの？これはシリーズ第4作で、ショーン・コネリーがジェームズ・ボンドを演じた中でも、特にスケールが大きい一本だぜ。今回はイギリス政府が盗まれた核兵器を取り戻すために、ボンドがバハマへ向かう話なんだ。核兵器が盗まれる。もうスパイ映画っていうより、戦争レベルじゃない？そう言っても過言じゃないな。敵は例によって国際的犯罪組織スペクター。彼らが NATO から2発の核弾頭を奪って、指定した国に金を払わなければ大都市を吹き飛ばすって脅迫してくるんだ。うわ。007って毎回すごい展開だけど、これは特に危険度が高い任務だね。ああ、そしてこの作品の見どころの一つが、水中でのアクションシーンなんだぜ。バハマの海中で繰り広げられる長尺の戦闘シーンは、今見ても迫力満点だし、当時としては画期的だったらしいぜ。確かに、水中で本格的なアクションって珍しいかも。加えて、ボンドガールのドミノ、クローディーヌ王女も印象的だ。兄を殺されたことを知って敵に立ち向かう女性で、単なる美人枠じゃなく、物語にちゃんと関わってるんだな。
007シリーズって、女性キャラもちゃんと描かれてるところがいいよね。ああ、ドミノはその代表格だな。そして Q が用意したスパイ道具も登場して、ボンドが特殊な水中ジェット推進装置を背負って海を泳ぐシーンなんか、まさに少年心をくすぐるんだぜ。派手なアクションと道具、スリルある任務。007らしさが詰まってる感じだね。そうそう。サンダーボール作戦は興行的にもシリーズ最大級のヒットで、当時の観客を大いに沸かせた大作なんだぜ。第5位、荒野の用心棒。荒野の用心棒って、すごく西部劇っぽいタイトルだね。やっぱりガンマンが活躍する話なの？その通りだぜ。これはイタリアのセルジオ・レオーネ監督が手掛けたマカロニウエスタンの代表作で、クリント・イーストウッドが主演して一躍有名になった作品なんだ。舞台はメキシコ国境近くの荒れた町。そこに一人の流れ者のガンマンがやってくるって話だぜ。流れ者が来るだけで事件の予感がするね。その予感、大当たりだな。町では二つの勢力が縄張り争いをしていて、住民たちは巻き込まれて苦しんでる。主人公のガンマンは、どちらの勢力にも雇われるふりをして、両者をうまく利用しながら、自分の正義で街を変えようとするんだ。なるほど。賢い策略家タイプの主人公なんだね。打ち合いだけじゃなくて、頭脳戦もある感じ？そうなんだ。しかもこの作品の面白いところは、セリフが少なくて、表情や沈黙の使い方がめちゃくちゃうまいんだぜ。イーストウッドが演じる七種の男は無口でクールだけど、その立ち姿だけで圧倒的な存在感があるんだ。確かに、無口な主人公って逆にかっこいいよね。さらに、この作品は日本映画、用心棒、黒澤明監督から影響を受けてるんだ。ストーリー構成もそっくりで、実は裁判沙汰にもなったくらい。結局、東宝と和解して正式に原作協力としてクレジットされてるのぜ。日本映画が元になってるの？それ知らなかった。日本の時代劇のフォーマットを西部劇に置き換えたっ